料理の本に書いてません。いろいろやってもね、エロ変わりません。ぐらい入れてください。こんにちは、菊の井の村田でございます。今日はね、家庭でも簡単にできて料亭の味のかぶらの、みぞれうどんを作りたいと思います。まずは材料ですけども、この大きい聖護院かぶ、全国どこでも売ってるというわけではないんで、普通のかぶでも大丈夫です。なかったら、かぶがなかったら大根でも大丈夫です。まずはこのうどんですね。うどんは今日は、稲庭の乾麺を使います。鯛の身そのまま、柵に取ったやつを使いますけども、刺身でこうスーパーで売ってる鯛でも大丈夫です。これは、塩をします。塩をするのにこの上からバーッとこうかっこようやらんでもよろしいでしょぼしょぼと、やっぱり身の薄いとこは薄いように、厚いとこは厚いようにまんべんに塩を振ってください。で、別に味をつけるわけと違いますから、薄塩っていうと何パーセントかというと、全体の 1% の塩を薄塩です。で、普通に塩するって言ったら 2%、ちょっと濃いめの塩をする言うたら 3%、そういうことは料理の本に書いてません。ただ薄い塩、濃い塩って書いてあるだけですから。それからその感覚というのは人によって違いますわね。要は塩振り3年とか言われますけど、塩振るのに3年も4年もないです。ただ塩振ればええだけですから。で、こうやってしばらく置いときますと、鯛から水が出てきます。で、水が出てきたらこう拭くっていう料理研究家の先生方いらっしゃいますけど、拭いたら飽きません。拭かんとそのまま置いといてください。そうするとまたその出てきた水が中へ染み込みます。で、染み込むと、その塩をする、なんで塩をするかというと、細胞膜が破壊されて、これが電子顕微鏡で見ると細胞の膜がなくなって、なんかかまぼこのような状態になります。そうするとうまみ成分、これイノシン酸ですね。イノシン酸の量が、ものすごくうまみ、グルタミン酸ももちろんあります。その総量がとしてものすごいうまみが増えます。それから、それを干したら干物になりますよね。干物はものすごく味の開き、あれは味が濃くてご飯何杯も食べられますよね。そのままの、味を焼いて塩を振ったところで、そんなにうまみ成分は多くないんで、ご飯が何杯も食べられるというわけにはいきませんよね。はい、というようなことですね。で、次はかぶ。これよう見てもらったら、ここにラインがあるでしょ。これ障子って言うんですけど、このラインの中しか食べられませんから、外は、網みたいにこういっぱい繊維があります。それからこの中だけを食べるわけですね。これを、それから分厚見えますか、このライン見えてるでしょ。それからこれはもうないんですね、繊維が。こっちはまだこの皮の中しか食べられませんから、外側をこうやって剥くわけですね。皮ぎょうさん分厚剥いてもったいないなと思うでしょ。これね、料理屋ではね、これを刻んで葉っぱやらと一緒につけます。で、かぶを使い出すとかぶの漬物が出てきます。で、これを、おろしておきます。おろし方のポイントというかコツみたいなのがあるんですか。いや、手を下ろさんように気をつけてくれただね、丸く下ろすとか、こうあまり力を入れずにとかいろいろありますけども、いろいろやってもね、エロ変わりません。下ろせたやつがありますんで。まあ
ご家庭やったらざるにとってあんまカチカチに絞ったらダメですよ。軽くこうやって水気を切る程度に置いときます。塩が回った鯛っていうのはわかるかな、ちょっと透明感が増してますよね。でまだちょっと水がまだもうちょっと吸い込ませた方がいいんですけども、へぎ作りにします。これぐらいの小さい鯛でしたら皮も一緒に食べれてこうシコッという歯ごたえがいいんで、それからタイとチゴでもよろしいね、別に。今頃スーパーやったらいろんな魚、盛り合わせになってますわね。そのいろんな魚でもいいと思いますけど、なんか刺身をお父さんに買うといたんやけども、昨日外で食べてきはって今日は冷蔵庫に入ったままやなっていうようなタイで十分です。これセリですね。このきれいに洗ってこの根、セリの根、これがね結構美味しいんです。これも刻むとか油で炒めて食べてもらったらええと思います。これはね早いこと刻みますとね、このまま置いとくとねアク出てきます。それからね水にをつけてしまうんですけど、水につけますとね、せっかくのそのセリの香りが薄くなりますからね。で葉っぱも一緒に刻んで食べたらいいと思います。そして柚子ですね。柚子はねこの白いとこは取ります。2、3ミリの線にしてます。でこれを小口からまた2、3ミリで切っていくとあられになります。はい、これで一応用意ができましたんで、あとは沸騰してたお湯の中にうどんを入れて湯がくわけですけども、別にこれはうどんでやらないかんっていうこともなくて、そばでも何でもいいんですよ。生のうどんでもいいんですし、冷凍うどんもありますよね。あれでも全然大丈夫だと思います。冷凍うどんでも一応ボイルはしてくださいね。
よく水気を切って熱いうちにお椀に入れます。はい、これはかつおと昆布の一番だしです。まあこういう袋に入っただしでも大丈夫やと思います。で大体どれぐらいの味にしたらええかというと、血中の塩分濃度が 0.9% ですから、 0.9% にしとけば、どんな味付けでも大体美味しい。だから、それより辛いと、水飲みたくなるし、薄いと排出がいりますから、それから、体に一番優しい味っていうのが血中の塩分濃度と同じっていうことですね。それからこれカブが入ったりいろいろ入りますから、ちょっと考えながら、ちょっと濃いめぐらいに、しとくのがいいですわね。はい、塩を入れました。薄口入れます。これで味ちょうどなんでちょっと濃いめにします。で普通の、くずだけのくず溶きのうどんやったらみりんを少し入れるんですけども、このかぶが甘いんでみりんは今日は入れません。泡が出てきて、まあ紅茶を入れるのに適した温度ぐらいになってくると、くずを溶き入れます。だからこれは失敗しやすいんで、外してからくずを溶いてもいいですよ。でくずの溶き加減はどれぐらいがいいというような質問が来ますけども、これはね、ものすごく寒い日にはくずは濃い方がいいでしょ。でものすごくもう冬やのに春のようにあったかいなという時はくずは薄いめの方がいいですわね。それはそれから考えてやってもらわんとしょうがないということでね。で先ほど軽く水気を切ったかぶを入れて、かぶのだしね、かぶの水ね、もったいないでしょ。これも入れたらいいんです。こういうとこで思い切り煮やしてくださいね。思い切り熱くしないと鯛に火が通りませんからね。そして先ほどのセリ、雪の中から春の芽が出てきて、で上からこう雪がまだちらちらとっていうようなイメージですね。そしてわさびちょっと多いんちゃうかいなと思うぐらい入れてください。これ混ぜるとわさびは熱が入って飛んでしまいますから、はい、これで鯛の、みぞれうどん出来上がりです。どうぞご家庭でもお試しください。この汁入れたのは、はい、その切るのは何か理由があるんですか？
もう段取り株によってどんだけ水が出てくるかは段取りが分からへんわね。そやからこれぐらいの水やったら全部入れてもええな、こんだけ水気が多い株やったらちょっと控えた方がええなとかいう加減ができるように。はい。あとよくうどんとかって湯がいた後に、水とかこう締めたり、はい。今日されなかったですか？料理屋では締めるんです。はい。あれね、家庭でね一回水に入れて締めたやつをもっぺんこう温めろって言われたらどうします？また湯の中につけてまたもっぺんやるっていうことが、だからね、皆さんにやってもらえる方法としては、僕は絶対心がけてるのは少ない材料、簡単な手間、この2つはねかっちり守らんと普通の家庭ではなかなかやってもらいにくい。で材料表がダーッとあって、ほんで調味料表もダーッとあって、工程がものすごく複雑やともうその時点でそんなんできへんわと思わはるわけです。でそれがちょっとやって、あ、これやったらできそう、ほんで写真見たら美味しそうっていう思ったら、一回これやってみよう今日っていう話になるわけ。そやからなんぼ料理教えてもやってもらえへんような料理をなんぼ教えても一緒でしょ。そやからやってもうて、あ、美味しかったと。そやからまあ先生作らはる料理は美味しいなって言うて不安がついてくるっていうのがやっぱりいいんですよ。はい、はい、それでは自分で作って自分で食べるというこの、わさびをこうある程度研ぎまして、このねわさびがね、仕事するんです。結局このかぶの、辛みみたいなのをわさびが引き出してくれます。それからよりあっさりとこう美味しい感じます。味のお加減も、もうバッチリやと思いますけども、その、ご家庭ご家庭でお好みというのはいろいろですから、それはいろいろ考えてやっていただいたらいいと思います。このセリとか柚子がねシャリッとか口に当たって、ほんで香りがふわっと立ちますわね。ほんで基本的にベースにかぶが入ってますから、このかぶがとわさびがようこう馴染んで、タイムもう完全に火通ってでしょ、こういうふうに。さあこれもうぜひお試しください。この寒い時にはこういう体が温まる麺類がよろしな。